ジャングリアができたらどうなるんだろうか。何はともあれ渋滞です。ジャングリアに歩いて行けるホテルに泊まればいいんじゃない？ビラ、星畑、This is 沖縄にフェア村、コンドミニアムホテル名護リゾートリエッタ中山、10番ビラコカチアラマンダ、ターチ、ゲストハウスまたや、トゥインラインホテルやんばる沖縄、実際歩いて行けると言えそうなのは。はいさい、沖縄で暮らして25年、ガンジュパパです。私はこんな人です。興味のある方は動画を停止させてフリップをご覧ください。今回の動画はジャングリア周辺のホテル、宿に関してレポートさせていただきます。2025年7月25日開業予定の一報を受け、楽しみにしている方も多いはず。沖縄県初のテーマパーク、ジャングリア。今夏の沖縄旅行ではジャングリアで遊ぶ計画を練っている方も多いのではないでしょうか。今回の動画では快適にジャングリアで遊ぶために考えるべきことを沖縄在住25年のガンジュパパが提案してみます。予定プランの参考になれば幸いです。最初にジャングリアって何という方のために簡単に説明しておきます。丸亀製麺 USJ を復興させた張本人として名高い森岡さんというマーケターの方が開発の中心となって進めている沖縄県初のテーマパークです。総面積約120ヘクタール。今回はその半分の60ヘクタールを開発しオープンします。これは東京ドームの約26個分、東京ディズニーランドの約 1.25 倍の広さがあります。公式ホテルなどは今後増設予定で、今年はまだありません。ジャングリアは沖縄本島の北部、美ら海水族館のある本部半島のほぼ真ん中にあります。空港の近くに作ったらよかったんじゃない？観光客も行きやすいし。多分多くの人が思う最初の疑問はそれでしょう。確かにその方が観光客には訪れやすいし、実際入場者数も容易に増えたかも分かりません。しかし南部にはそもそももうそんなに空いている広い土地がありません。そして森岡さんは最初の記者会見で、ジャングリアのテーマは沖縄の海ではなく観光資源としてまだ注力されていないやんばるの自然だとおっしゃっていました。それが現存しているのが北部なのだと。そして好都合なことに閉鎖されたゴルフ場が本部半島にありました。広いのでテーマパークにもってこいです。すでにゴルフ場として開発されていた場所を再利用するので、自然破壊とならないことも好都合です。南部と中部にはホテルが多く、空港からも近いため観光客は滞在しやすい。美ら海水族館は北部にあるが、滞在中の1日を北部観光に充てれば十分。わざわざ滞在するほどではない。本部名護エリアは観光客が素通りする街と言われていました。名護以北は言うに及ばず、あまり観光客が行かないエリアになっていました。この観光客の流れを変えたい。北部に滞在し、北部で晩ご飯も食べ、北部にお金が落ちる、そんな旅行者の流れを作り出したいと、最初のジャングリア公式記者会見で森岡さんはお話しされていました。北部に建てることで沖縄北部に滞在する旅行者が増え、北部の経済を盛り上げられる。それは今後の沖縄の発展につながる。ジャングリアの成功は沖縄の発展とイコールであるとおっしゃっていました。本当にそうなればいいね。次にジャングリアがオープンすることで起こってくる問題について考えてみます。渋滞です。ジャングリアの話題が出た時、住んでいる人たちが心配していたことはまず渋滞です。何はともあれ渋滞です。沖縄那覇といえば朝晩の通勤渋滞が有名ですが、北部には水族館渋滞があります。中南部のホテルに宿泊されている観光客と名護方面で働いている沖縄県民、北部への往復道中でひどい渋滞が起こります。特に観光客の増える夏は水族館渋滞が顕著で、夏の沖縄に来たことがある人ならば体験済みだと思われます。ジャングリアができるずっと前から夏の北部のメイン道路、国道58号線は大渋滞していました。水族館渋滞は夏の風物詩。これは真夏に撮影した沖縄高速道路巨大インターチェンジ付近の道路混雑状況を示す Google マップです。赤色が渋滞を示しています。このマップ付近における Google マップの道路混雑状況はかなり信憑性が高く、ほぼ正確に渋滞の範囲を教えてくれます。夏、ジャングリアがない頃でもひどい渋滞は頻発していました。正午頃には美ら海水族館向けが
夕刻には那覇向け道路がそれぞれ渋滞していました。この渋滞を体験している沖縄県民はみんな思うわけですよ。ジャングリアができたらどうなるんだろうか。先日の動画内にてジャングリア側の説明はこうでした。北部のホテルに滞在する人が増えることで那覇方面に戻る車量が減り、渋滞も緩和されるだろう。本当に減るのかな。普通に考えて減りはしないだろうね。ジャングリアよりも南側に位置しているホテルの方が圧倒的に多いからね。北部に滞在する観光客は増えるだろうけれど、中南部ステイの観光客が減るとは思えない。つまり快適にジャングリア。2025年今夏の沖縄を楽しむためには渋滞回避というワードが重要になってくるはず。誰も渋滞に巻き込まれたいとは思わないからね。ジャングリアに歩いて行けるホテルに泊まればいいんじゃない？そうだね。あるのかな。調べましょう。ジャングリアの近くにあるホテルに宿泊して徒歩で遊びに行ければ最強ですよね。がしかしジャングリア内に公式ホテルが建設される予定はあるものの、2025年7月25日開業時にはまだ公式ホテルは建設されていません。これは先日の動画内ですでに表明されています。今夏は公式ホテルは存在しません。現状一番近くにあるホテルはどれ？この図は Google マップでジャングリアを中心に置きホテルを検索してみた画面です。本部半島の海側に宿泊施設は集中しています。オーシャンビューであることはホテルのセールスポイントとして重要ですので、これまでのホテルは大半が海沿いに位置しています。ジャングリアの近くにも何個かあるわよ。拡大してみましょう。6つの宿、ホテルが確認できました。それぞれ見てみましょう。1番ビラ星畑。ジャングリアまでの移動時間徒歩で40分、車では6分。綺麗な一棟貸しのビラ。詳細はレアビーのサイトで確認した方が分かりやすいですが、かなり綺麗で口コミもよく、ホストさんも高評価。すでに7へ8月の予約が埋まっているカレンダーが予約サイトで見受けられましたが、予約者が多いのも納得の設備です。ビラ周辺を訪れたのはお昼過ぎ。ビラの屋外には監視カメラがついていて、セキュリティ面も整っているように見受けられました。宿の前にあるのは沖縄のお墓ですが、本土の人はパッと見ただけではお墓だとわからないと思います。沖縄のお墓は本土のものと比べて建物のようで、田舎に来ると至る所に建てられています。気にするかどうかはその人次第ですね。また目隠しの外壁が高くて、中で水着で遊んでいても外からは全く見えない点も私は好きです。壁は高いが上は開いているので開放感は十二分にありますし、森が見えて鳥の鳴き声も聞こえるので、この宿の屋外はのんびりするのに最適じゃないでしょうか。鳥の鳴き声が心地よかったです。ビラの向かいに大きなガジュマルがあり、その周辺にクワズイモもたくさん生えていました。木登りトカゲや青カナヘビなど虫好きの子供が喜びそうな環境ですが、ハブも潜んでいそうな草むらなので十分注意して虫観察した方がいいです。宿泊費は大人2名、12歳と8歳の子供2名の4人家族でチェックした価格で、ジャングリアオープンの7月25日近辺で調査時に予約可能な日付で調べました。動画を見ている時点ではすでに予約不可になっている場合もございます。ご容赦ください。2025年7月27日から29日、4万5000円 ×2 泊で9万円、エアビーサービス料1万3977円、合計税抜き10万3977円。次に県道84号線を越えた山側に位置する宿を見ていきましょう。この周辺にはお菓子御殿だ御殿、やんばるんちゃーな御殿、よしこそばがあり、観光客がたくさん訪れるエリアになっています。2番 This is 沖縄にフェア村。2023年にオープンした手作り感満載の宿。ジャングリアまでの移動時間徒歩で50分、車では6分。公式サイトがインスタグラムで内容を見ていると、宿泊者は多国籍、2室の個室とは別に2室のドミトリータイプの部屋が男女で分かれているので、国際交流も容易にできそう。旅には出会いがマストという人にはうってつけの宿に思えます。オーナーさんはスクーバダイビングのインストラクターでもあり、ダイビングもスノーケリングツアーも開催されています。宿周辺はやんばるの森らしさ満点で、周辺を散歩しているだけで森林浴できます。ジャングリアに行くよりも
宿周辺を散策する方がよっぽど自然を満喫できそうなロケーションです。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月24日から26日、19,950円 ×2 泊で39,900円。ブッキングドットコムによる負担額のマイナス分が3,990円。合計料金35,910円。3番、星空の宿。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で50分、車では6分。一棟丸貸しのお宿で、内装もとても綺麗です。ジャングリアまでのアクセス良好で、納言元部にも行きやすい好立地。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月25日から27日、2泊分の料金10万600円、税、手数料込み。一棟貸しの料金で12名まで宿泊可。憩いの駅泉は現地の物産を多く販売しており、苗木や単館が有名です。4番、アママヤンバルガーデンテラス泉。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で65分、車では8分。実際に建物のすぐ近くまで行ってみたのですが、かなり細い道路を降りていきます。ただジャングル感は半端なく、森の中に滞在したい方にはうってつけの宿だと思いました。那覇で美容関係のお店をされている方の名護の施設が宿泊可能になっていて、 Google マップにも載っています。予約は要問い合わせということで、価格なども掲載されていません。5番、山音。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で75分、車では9分。すごくいい感じの内装、周囲環境もジャングルで、ぜひ宿泊してみたいという感情が高まってくるが、2025年2月現在、いろんな予約サイトを見て回っても予約可能プランは出ていませんでした。楽天トラベルでも掲載はされていますけれど、プランは出ていません。また新しい情報が出てくれば追記させていただきます。6番、G プラス。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で75分、車では10分。 Google マップを見ても予約サイトと直接リンクしていないので、2025年2月現在、予約の受付を止めておられる可能性が高い。名前検索すると出てくる予約サイトトリップコムに掲載されている写真には、風情、趣のある部屋や建物が載っているので、宿泊したい欲を駆り立てられる旅行者は多そうです。ぜひネット予約の受付を再開していただきたいですよね。有名な沖縄そば屋さん、泉そばの入り口横の斜面から上がっていきます。この日もそば屋さんは大盛況でお客さんが並んでいました。ここまで見てきて、実際歩いていけると言えそうなのは、ビラ、星畑、This is 沖縄にフェー村、星空の宿ぐらいですね。それでも遠いけれどね。確かに遠いよね。徒歩で行くのは諦めて、少しでも近場のホテルをリストアップしてみましょう。了解。ジャングリア南側のホテル、宿を見てみましょう。7番、名護。なんて読むんだろうか。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で50分、車では7分。 Google マップには掲載があるものの、中国人向けの宿のように見受けられます。検索しても出てくるサイトは中国語のものが多く、日本語のサイトは見られませんでした。8番、ヒッケ B また。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で50分、車では7分。ビジネスホテル型コンドミニアムって感じ。室内の様子は動画で見れます。3代目 JSOUL ブラザーズ山下健二郎さんがデザインした部屋があると動画で紹介されています。料金はネットでの予約が2025年2月現在不可のため調査できず。9番、コンドミニアムホテル名護リゾートリエッタ中山。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で50分、車では7分。一棟貸しのような広い部屋が魅力。トイレも2つあるなど、10人までの大人数での宿泊に対応できる懐の深さも素晴らしい。徒歩圏内にコンビニ、フルーツランド、パイナップルパークがあり、名護市街とジャングリアのほぼ真ん中にある立地の良さもかなり魅力。楽天トラベルにもプランが掲載されている。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月24日から26日、合計84,384円税込み。楽天トラベル調べ。10番ビラコカチアラマンダ。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で75分、車では14分。住宅街の奥の奥に立地。
静かな場所なので夜に騒いだりするのは近所迷惑になるかもと不安に思えるほど住宅街の外れにあります。外れなので少しなら騒いでも大丈夫かもぐらいの感じです。屋外のウッドデッキは開放感があり、ウッドデッキの正面は山で木とかはありませんが、周囲に人は来ることができるので、目隠しの塀がもう少し高ければ良いかなと思うのは私だけなのかもしれません。屋内からも屋外からもウッドデッキは丸見えです。建物の趣やロケーションのジャングル感はとても素敵です。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月24日から26日、26,000円 ×2 泊で52,000円、清掃料金11,000円、エアビーサービス料9,783円、合計税抜き72,783円。11番、琉球古民家スパビライ。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で75分、車では14分。昔ながらの琉球家屋を宿として利用されているようだが、2025年2月現在、予約可能なサイトが見つけられませんでした。楽天トラベルにページはあるものの、予約できるプランの登録はなし。夏に向けて再開されることを願いましょう。12番、古民家寿。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で90分、車では14分。住宅地の中にある古民家を改装し宿にされています。楽天トラベルの写真では流しそうめんの写真が掲載されていますが、サービスされるのではなく、流しそうめんができる食器などが常備してありますという意味です。奥にも民家があり、夜に庭で大きな音で音楽を鳴らして騒げるような感じの場所ではありません。静かに星を眺めるなどの過ごし方が適切だと思われるような静かな住宅街の中の宿です。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年2月現在、2025年5月14日までの料金設定しか掲載されていませんでした。2025年5月の設定では9,367円 ×4 名 ×2 泊で74,936円税込みでした。楽天トラベル調べ。13番、リゾートインガブソカ。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で75分、車では12分。介護施設だった建物を改装し一棟貸しの宿にしています。介護施設だったためバリアフリー対応です。隣が公民館なので旧盆の頃に宿泊すればエイサーがたくさん見れるでしょう。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月24日から26日、4万円 ×2 泊で8万円、清掃料金12,000円、エアビーサービス料14,287円、合計税抜き106,287円。14番、スイカユン。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で80分、車では12分。一棟貸しで羽地内海にも近いです。コンビニには徒歩数分のアクセスで便利。楽天トラベルに掲載されているもプラン詳細はありませんでした。外見は普通の一軒家でした。唯一ある Google マップの口コミでは内装の清潔さに高評価が与えられています。15番、アジアンゲストハウスオーダー。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で80分、車では12分。昔ながらのバックパッカーに好まれる宿。公式サイトはものすごい数の言語に翻訳可能なモードが搭載されており、世界中からの宿泊者を歓迎している気持ちが公式サイトを読む前から伝わってくる。沖縄での出会いを楽しみたい一人旅の人にはうってつけの宿。楽天トラベルにも掲載されていて、口コミが40件ほど集まっています。気になる方は楽天トラベルで口コミを読んでみてね。宿からすぐに公園があり、そこでのんびり缶ビール飲んでブランコに乗るのも一興です。道路を挟んですぐに羽地内海があります。宿の2階からも羽地内海は一望できるので、それも良い点だと思いました。宿泊料金は公式サイトに掲載されていますのでご確認ください。ドミトリータイプか個室かで価格が変わるので要チェックです。16番、ターチ。ジャングリアまでの移動時間、徒歩で80分、車では12分。古民家を改装した一棟貸し切りの宿。エアビーサイトの口コミも評判よく、写真のような雰囲気でついつい泊まりたくなっちゃいますね。出来たてほやほやなので内装も綺麗。周辺にはサトウキビ畑があり、少し歩くと
沖縄にしては大きな川の河口があります。ここの河口周辺の風景がまるで東南アジアのジャングルのようで、私は大好き。宿の後ろにはお墓がありますので、気にする方は気にするでしょうが、宿からは見えませんし、沖縄のお墓は本土のお墓とは外見が全然別物ですので、気にならなければ特段問題にはならないと思います。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。2025年7月28日から30日、36,000円 ×2 泊で72,000円、早割適用のマイナス分7,200円、清掃料金7,000円、エアビーサービス料11,151円、合計税抜き82,951円。17番、ゲストハウスまたやジャングリアまでの移動時間、徒歩で70分、車では10分。1階にレストラン、2階が宿になっています。楽天トラベルの口コミも高評価でした。この宿の素晴らしい点に、目の前の風景を考慮しないことは考えられません。とても風情のある風景が宿の前に広がっています。ここは東南アジアのジャングルかと思ってしまうほどに美しい風景でした。夏にここに泊まったら綺麗だろうな。又安さんのご飯が日本ハムの新庄監督の新庄ランチとして球場で売られていたとのことです。インスタに宿泊費の記載あり、ドミトリータイプのお宿で1人2,000円から3,500円でした。予約は電話だそうです。ファミリー向けの部屋はまだ販売されていませんでした。一通り見てきたところで、料金が分かったものを安い価格で並べてみました。This is 沖縄にフェームラ、ビラ小勝アラマンダ、コンドミニアムホテル名護リゾートリエッタ中山、ターチ、星空の宿、ビラ、星畑、リゾートインガブソカの順番でした。ドミトリータイプの宿は家族連れにはちょっと無理があるかもと考えると、選択肢としての最安値はビラ小勝アラマンダになりますね。4人で宿泊して2泊で約8万円、1棟貸しの宿、1泊1人1万円計算ですね。やっぱり1棟貸しのビラに宿泊するには人数が少ないと割高になっちゃう感は否めません。反対に3世代旅行の時なんかは1棟貸しのビラに宿泊するチャンスですよね。次にリゾートホテルと比較してみました。ジャングリアに近いホテルでリゾートホテルをリストアップし、料金を比較してみましょう。ホテルマハイナウェルネスリゾート沖縄、ホテルリゾネックス名護、トゥインラインホテルやんばる沖縄。リゾートホテルに宿泊したら朝ごはんはブッフェスタイルのものを食べたいし、それだけで旅行気分がアップしますよね。旅行の時ぐらい朝ごはんのこと考えずに過ごしたいのがママの気持ちですからね。チェックしたプランは朝ごはん付きのものを探しました。素泊まりプランを選択すればもっと安い費用で抑えられるので、楽天トラベルなどの旅行サイトで各自チェックしてくださいね。ホテルマハイナウェルネスリゾート沖縄、ジャングリアまでは車で30分、美ら海水族館のすぐ近くにある老舗リゾートホテル。大きなプールがあり、リゾート感満載。それなのに値段はお手頃。本部の町までそんなに遠くないので、夕食は本部の居酒屋で食べて代行で帰ってくるのがおすすめです。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。プラン名、ハルセール大浴場やキッズスペースもあり、隣接マルシェなどの施設充実、マハイナステイ朝食付き。リゾートホテルのブッフェスタイルの朝ごはんがついてこの価格。2025年7月24日から26日、7月24日宿泊分 49,248 円、7月25日宿泊分 51,516 円、合計 107,764 円税込み。ホテルリゾネックス名護、ジャングリアまでは車で15分、オンザビーチのホテルで部屋からはサンセットも見れます。こちらは名護までが近いので、夕食は名護の町で食べて代行で帰ってきましょう。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。ハルセールお部屋は感動的なオーシャンビュー、プライベートビーチまで徒歩1分、朝食付きのプランでチェック。こちらの朝ごはんもブッフェスタイルで、ブルーシールのアイスクリームが食べ放題。2025年7月24日から26日、7月24日宿泊分 59,760 円、7月25日宿泊分 59,760 円、合計 107,568 円税込み。トゥインラインホテルやんばる沖縄、
ジャングリアまでは車で25から30分。ここ数年で口コミ評価を高めているホテルです。飲み放題ラウンジ、ダーツ、ビリヤードなどのホテル施設が自由に使える。オープンエアテラスでの飲み物フリーサービスも素晴らしい。リニューアルオープン間もないので室内、ホテルがきれい。宿泊費の確認条件は最初に言ったものと同じです。春セール、最上階ラウンジでくつろぐ南国ステイ、朝食付き、ラウンジ、フリーフローサービスのプランでチェック。2025年7月24日から26日、7月24日宿泊分43,200円、7月25日宿泊分46,080円、合計89,280円税込み。比較した感想、一棟貸しのビラタイプの宿に泊まるのであればリゾートホテルよりも安いお得感も求めたいですが、実際はそんなに大差ない感じがしました。ただ大人数で宿泊する場合はビラタイプの宿を一棟貸しで借りてしまった方がお得だと思われます。今回調査した中ではジャングリアにも比較的近くて安いトゥインラインホテルやんばる沖縄はかなり魅力的ですが、やっぱりジャングリアの帰路は渋滞に巻き込まれるでしょうね。高速の巨大インターチェンジに向かう車と帰路が重なりますので渋滞は免れないと思われます。するとやはりホテルリゾネックス名護、ホテルマハイナウェルネスリゾート沖縄あたりは狙い目なのではないでしょうか。まとめ、ジャングリアへの往復道路は渋滞必至。なんとか渋滞とは無縁の沖縄旅行でジャングリアで遊びたい。徒歩で行ける範囲にリゾートホテルはなかった。唯一コンドミニアムホテル名護リゾートリエッタ中山がリゾートホテルっぽいです。でも徒歩で1時間は遠いですよね。どうでしょうか。バックパッカー宿も2カ所、This is 沖縄にフェー村、アジアンゲストハウスボーダー。公式サイトを見て This is 沖縄にフェー村は家族連れで宿泊しても楽しめそう。アジアンゲストハウスボーダーは家族連れよりも一人旅向けかなと感じました。ゲストハウスまたや公式インスタを見ているとバックパッカー宿のようにも見えるけれど家族でも宿泊できそう？ちょっと分かりにくかったので今後もう少し分かりやすい公式ホームページができるといいな。一棟貸しのビラは Google マップにも出ていますが注意しないと見過ごしてしまいます。宿泊してみたい人は注意深く見ないと見つけられないことが多いと思います。私も何度も見過ごしました。一棟貸しビラのメリットは子供が騒いで遊んでも隣部屋、開花の宿泊客に気を使わないでも良いところと考えていましたが、今回一棟貸しのビラを見て回って案外閑静な住宅街の中に建っている宿が多いと思いました。大人数の大学のサークル仲間などの若者グループで宿泊する場合、屋外で大きな音で音楽をかけたり深夜に花火をしても大丈夫な宿か、宿泊前に確認しておいた方が良いと感じました。家族4人で宿泊した場合リゾートホテルと料金を比較するとそんなに大差ない宿が多かった。つまり宿泊人数が多い時一棟貸しのビラ検討の価値ありです。宿泊人数が少ない時リゾートホテルステイが結果的に安上がりで良いかも。一人旅ドミトリー部屋で十分な人にはバックパッカー用のお宿をおすすめします。私の本職は沖縄北部にあるター滝でリバートレッキングツアーのガイドです。沖縄やんばるの山から流れ出るター滝は高低差約10メートル。滝直下で滝に打たれて遊べる今時稀有な滝です。最初ジャングリアの構想を聞いた時に滝の魅力をアトラクションで再現されたらもう誰もター滝に遊びに来ないだろうなと心配していました。でも先日公開されたアトラクションの数々を聞いて少し安堵しました。 USJ やディズニーランドとは少し違うアトラクションで遊べますが、ジャングルや川や滝や固有の虫など自然でリアルに遊べる内容とはかけ離れていたから全然私のツアー内容と被らないアトラクションでホッとしました。私もバギーに乗って恐竜に追いかけられてみたい。そんなのリアルなやんばるの自然では体験できないからね。私自身もジャングリアはとても楽しみです。森岡さんが出演している2025年2月15日に投稿されたピボットを拝見するとジャングリアは早々にやんばるの自然というテーマから離れていきそうで先行き不安ですが、沖縄に住んでいる者として応援したいと思います。でも今夏の渋滞はかなり覚悟しておりますので何か対策を講じます。そうじゃないと
私のお客さんター滝までたどり着けないかもしれないですからね。ジャングリアも楽しそうですが、リアルなジャングル、リアルな滝、リアルな川、リアルな大自然で遊んでいるのが私ともスピッツのター滝リバートレッキングツアーです。ぜひたくさんの角を案内させていただきたい。 Google 口コミ評価 5.0 をいただいている沖縄で一番楽しかったツアーをぜひ体験してください。ご視聴ありがとうございました。高評価並びにチャンネル登録いただけるととても励みになります。また今夏を楽しむための沖縄情報投稿しますので、よろしくお付き合いください。